皆さんこんにちは。ヒロージャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマは甘えるです。甘えるという言葉聞いたことありますか？この言葉の意味は相手の優しさに頼る、依存することです。特に家族、恋人、先生など安心できる相手に向かって使うことが多いです。皆さんは甘いっていう言葉聞いたことありますよね。甘いはもともと砂糖のような味のことです。ただこれ性格や態度でも使えるんです。さっきの甘い味から優しい、厳しくないという意味に変わったんです。例えば甘い親、これは親を食べて砂糖のような味がするっていうわけではありません。子供に対して厳しくない親のことを言います。そして先ほど紹介した甘える、これは相手の甘さ、優しさとか許してくれる気持ちを当てにして頼る、依存するという意味で使われます。そしてさらに甘やかすという言葉もあるんです。相手の望むままに許したり、厳しくしないで必要以上に優しく接することです。例えば親が子供を甘やかす、これって例えば親と子供で一緒にスーパーに行きました。子供がこれも欲しい、あれも欲しいっていうので、いっぱいお願いしています。そしたら親がいいよって、欲しいもの何でも買ってあげるよ、こういうことがあったら親が子供を甘やかしているなって思います。ということで甘えるに戻りますね。例文を3つ紹介します。1つ目、彼女の前だとつい甘えてしまうんだよね。これね、恋愛でよく使われる表現なんですけれども、彼氏がいます。で、彼氏が彼女の前だとつい依存してしまう、つい頼ってしまうっていうことですね。最近ヒゲダンの新曲サニタイザーっていう曲が出たんですけど、これ好きで何回も聴いてるんですが、この歌詞に君の優しさに甘えて大丈夫って言葉もらってっていうのがあるんです。これは彼氏がね、その彼女の優しさにいつも頼ってしまっているってことですね。彼女はいつも大丈夫だよっていう言葉をくれる、その優しさに安心しきっているっていうことですね。2つ目、たまには家族に甘えて少し休んでもいいんじゃない？これもね、よく使う優しいアドバイスなんですけれども、例えば大人になったら一人で何でもやらなくちゃって思っちゃうと思うんですけれども、たまには家族に甘える、家族に頼るっていうことをして、少し休んでもいいんじゃないっていうことですね。3つ目、そんなに甘えてんじゃないよ、もっと自分でやりなさい。これは厳しく注意する表現ですね。いつも一人でできなくて誰かに頼りっぱなし、そういう人に向かってそんなに頼ってばかり、依存してばかりじゃダメだよってことですね。もっと自分一人でやりなさい、行動しなさいっていうことです。ということで例文を3つ紹介しましたが、使い方分かりましたか？今回のテーマは甘えるです。子供の頃って親に甘えるの当たり前でしたよね。当たり前だと思うんですけれども、大人になってからは、また大人に近づくにつれて、自立しなきゃとか、ちゃんと自分でできるようにならなきゃっていうプレッシャーありましたよね。あると思うんです。例えば働くこと、
とか、あとは一人暮らしすることですね。実家にいた時はいつも親がしてくれていた家事とか、あとは手続き関係とかですね、そういうのも全部一人でしなきゃいけなくなりますよね。はい。ただね、急に自立できるっていうわけでもないので、周りの人たちを見て、大人を見て、こういうふうにやっていけばいいんだっていうので一つ一つ覚えていったりとか、あとはネットでね、今いろいろ情報を収集できますので、それでね、自分も実践してみたりとか、あとはとりあえず行動して、そこでミスしてしまったら、次からこうすればいいんだみたいな感じで学んでいったりとか、そういうことをしてね、一人でできることを増やしていくと思うんですけれども、ただ全て一人でこなそうとすると大変ですよね。なんかいっぱいいっぱいになってしまうと思うんです。私は20代の時に、地元を離れて、ちょっと日本の埼玉とか福岡に、住んでみたりとか、あと留学したいと思って韓国に住んだりしてたんですけど、はい。その時はもう全部一人で何でもやってやるぞみたいな感じで、エネルギーもいっぱいあったので、大変だったんですけれども、なんか乗り越えられてたんですよね。一人で全部できるって思ってたんです。ただ30代に入ってからはやっぱり20代の時と比べてエネルギーが少し減ってしまったので、一人で全部やるって大変だなって感じ始めたんです。で、現在は韓国で生活してるんですけど、これも私にとって結構大変なんです。で、日本で当たり前に余裕にできること、できていたことが韓国では全然違うんです。だから日本の常識とか日本の当たり前だったことが韓国では違うっていうこともあるので、一人でできないことがあるんです。あとはできたとしても結構エネルギーが必要なんですよね。だから例えば手続き関係も一つやっただけでどっと疲れちゃうんですよね。はい。っていうので、こんな状況になってからは、一人で全部やろうとするんじゃなくて、時には人に甘えることも必要なんじゃないかなって感じるようになったんです。例えば初めてのこととか、あとはできるかなって不安なこと、あとはこれストレスになりそうだなって思うことですね。そういうことはもう信頼する韓国の方にもう甘えるようにしていますね。一人で全部やらなきゃいけないっていうプレッシャーから解放されて、お願いしたいときは頼ろうという感じで、だいぶ楽になってきたんですね。はい。ただね、韓国生活、海外生活ですので、疲れることもあります。で、そういう時は日本の実家に帰るんですけれども、実家だと親に甘えちゃいますね。韓国で生活している時は自分で料理をしたりとか洗濯とかね、そういう家事いろいろやるんですけれども、実家だったらもう食べたいものを作ってくれたり、あとは行きたいって言ったところに連れてってくれたりするので、はい、すごく居心地がいいですね。はい。っていうのでね、一人で全部やろうとすると大変なんですけど、甘えられる人がいるっていうのがすごく安心感があるなって思いますね。幸せなことだなって思います。はい。甘えっぱなしはダメだと思うんですけれども、たまにはね、甘えるっていうのも必要なんじゃないかなっていうのをね、ここ最近、感じていますね。皆さんも甘えられる人っていますか？ぜひ考えてみてください。では今日出てきた単語を復習します。甘える、甘える、甘い、甘い、甘やかす、甘やかす、自立、自立、当たり前、当たり前。
今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。バイバーイ。